ヘラは悪女じゃない。いや、待って、今、またそういう話かって思ったわよね。でも少しだけ付き合って、ゼウスは何度も浮気をした。何十人もの女性を傷つけた。子供を隠し、嘘をつき、妻を裏切り続けた。なのになぜか嫌われ者はヘラの方です。ゼウスは英雄神話の父として語られ、ヘラは嫉妬に狂う悪妻として描かれる。これっておかしくないですか？今日はそのおかしさの正体を一緒に掘り下げていきましょう。まずは正直なところ、神話の中のヘラは確かに怖い。ゼウスが浮気をするたびに相手の女性を呪い、動物に変え、生まれた子供にまで手を伸ばす。イオという娘は牛に変えられた。セメレという若い女性は炎の中で命を落とした。ヘラクレスには生まれた日から死ぬまで呪いが続いた。どう見てもひどい。これを嫉妬深い悪女と呼ぶのはわかる話です。でも、ちょっと待ってください。あなたが読んできたその神話、誰が書いたか知っていますか？ホメロス、ヘシオドス、オイリウス、全員男性です。しかも、不健性社会の男性たちです。それだけで何かが変わるとは言いません。でも、語り手が誰かによって悪役は変わる。その可能性を頭の片隅に置いておいてください。少し視点を変えて、ゼウスが何をしたか、改めて並べてみましょう。白鳥に変身して、レダに近づいた。黄金の雨になって、ダナエーの部屋に侵入した。ガニメデスという少年を、わしの姿でさらった。もちろん、これだけじゃない。神話の中で、ゼウスが力で奪った相手は、もう数えるのも嫌になるくらい多い。で、ゼウスへの評価は自由奔放な神様だよね。生命力に溢れてる。まあ、神話だから。なんで？ヘラは嫉妬深いで片付けられて、ゼウスはまあ、神様だからで許される？ここに一つの構造があります。被害を受けた側が怒ることを醜い感情として描く構造。ヘラが怒るたびに神話は言う。またヘラが嫉妬していると。でも、本当にそうなのか？あなたが自分の人生を何度も踏み荒らされたとしたら、それでも嫉妬するのと言えますか？ここで一つ別の角度からヘラを見てみましょう。ヘラは結婚の女神です。これを聞くと、ああ、だから結婚を守りたくて嫉妬するんだ、と思うかもしれない。でも、それは半分しか合ってない。古代ギリシャにおいて結婚は単なる男女の契約じゃなかった。結婚は社会秩序の基盤でした。家族が生まれ、家計が続き、財産が受け継がれ、都市国家が維持される。そのすべての根っこに婚姻という制度があった。つまり、ヘラが守っていたのは、夫婦の愛情ではなく、社会が回るための秩序だったんです。もう一度言います。ヘラが守っていたのは、愛じゃなくて秩序だった。これが見えると、神話の景色が変わります。ゼウスが浮気するたびに、ヘラが動くのは、傷ついた妻の嫉妬ではなく、崩れかけた秩序を立て直そうとする女王の行動だったとしたら？どう？ちょっと見る目変わるかな？では、神話の場面を一つ一緒に見てみましょう。イオという娘がいた。川の神の娘で、ヘラの神殿に仕える若い巫女。ゼウスはその娘に目をつけ、近づいた。だが、ヘラに気づかれ、ゼウスはとっさにイオを白い牛に変えた。僕は何もしていない。この牛はただの牛だ。ヘラは微笑んだ。素敵な牛ね、私にちょうだい。ゼウスは断れなかった。ヘラはその牛を100の目を持つ巨人アルゴスに見張らせた。イオは逃げられない。どこにも行けない。ゼウスは十二神の一人で、盗みの天才、ヘルメスを送り込み牛を奪い返そうとするが、計画が漏れてしまい、ヘラの腹心、アルゴスを殺してしまう。白い牛は解放されたものの、ヘラはさらに怒り、牛の姿のイオをアブに刺されるよう呪った。イオは世界中を狂ったように逃げ回った。やがてエジプトにたどり着いたイオは、やっと人間に戻り、女神イシスと同一視されるようになる。これを読んで、ヘラ、ひどいと思いましたか？
でも、少し待って、ヘラがイオを苦しめたのは本当です。イオが被害者なのも本当です。ただ、イオが最初に傷つけられたのは誰によってですか？ゼウスです。ゼウスが力でイオを奪い、バレそうになったら牛に変えた。自分の罪を隠すためにイオを物に変えた。ヘラの怒りは嫉妬に見えます。でも本質はまたゼウスが秩序を踏みにじった。その激怒だったかもしれない。次はもっと苦い話をしましょう。セメレはテーバイの王女。ゼウスに愛され、神の子を身ごもった。ヘラは老婆に変装してセメレに近づいた。本当にゼウス様の子なの？騙されていないか確かめてみたら、本物の神なら神としての姿を見せてもらいなさい。セメレはゼウスに頼んだ。神としての本当の姿を見せて。ゼウスは断れなかった。なぜなら、スチュクス川に誓って、セメレの願いを叶えると約束をしていたから。スチュクスの誓いは絶対だ。神すら逆らうことは許されない。冥界の川。しかし、神の本当の姿は、純粋な雷と炎。人間には耐えられない。セメレは燃え尽きた。残酷です。これは明らかにヘラが仕掛けたことです。でも、ここで一つ問います。ヘラはなぜ直接手を下さなかったのか？自分では何もしていない。ゼウスの約束を利用してゼウス自身に殺させた。これは嫉妬に狂った女の行動でしょうか？それともルールを破り続ける者にそのルールで裁かせた冷たい知性の行動でしょうか？どちらに見えますか？ちなみにこの話には続きがあって、セメレの胎児は神の子であったので焼死を免れた。ヘルメスによって取り上げられた6ヶ月の胎児は、さらにゼウスの太ももの中で3ヶ月育まれ、誕生したのが酒と狂気の神、ディオニュソス、ローマ神話のバッカスと同一視される神様ね。ヘラとヘラクレスの話は長い。幼い頃の名はアルケイです。人間の女性、アルクメネーとゼウスの間に生まれた子供です。生まれた瞬間からヘラはその存在を許さなかった。赤子のゆりかごに毒蛇が送り込まれる。だが赤ん坊は泣かなかった。小さな手でその蛇を握りつぶした。やがて成長した彼をヘラはさらに追い詰めていく。狂気、幻覚、そして妻子殺し。有名な12の興行はその贖罪として課された試練でした。これは残酷です。疑いようもない。でもここで一つ奇妙な話があります。ヘラクレスという名前の意味知っていますか？ヘラの栄光です。なぜ自分を苦しめ続けた女神の名を英雄は背負うことになったのか。ヘラの怒りを鎮めるため、あるいはその試練を乗り越えた者だけが真の英雄になれるから。ヘラは英雄を壊したかったのか、それとも英雄を完成させたかったのか。ここまで見てきてどう思った？ヘラの怒りは本当に嫉妬だったのか？嫉妬というのは自分が欲しいものを相手が持っているという感情だとして、ヘラは何を欲しがっていたのか？ゼウスの愛情。いや、少し違う気がしてきませんか？ヘラが怒るのは決まってゼウスが秩序を破った時です。婚姻を踏みにじった時、力で誰かを奪った時、神としての役割を私欲で歪めた時、それは嫉妬ではない。それは管理者の怒りです。ルールを守らせる者がルールを破り続ける者に向ける冷静な、しかし容赦ない怒り。ヘラは天界の秩序を担う女王です。ゼウスが王ならヘラは法そのものだった。法が破られた時、法は動く。それを嫉妬と呼ぶのはあまりにもヘラを小さく見すぎでしょう。では、ゼウスとヘラを比べてみましょう。ゼウスは天空と雷の神、そして境界を越える神です。新しいものに惹かれ、欲望のままに動き、世界を広げていく。彼が動けば、新しい命が生まれ、新しい物語が始まる。混沌の中から豊かさを生み出す力。では、ヘラは何者か？結婚の女神、天界の女王、そして秩序を守る神です。
壊れかけた関係をつなぎ止め、決まりを守り、越えてはいけない線を引く。ゼウスが広げる力なら、ヘラは支える力。これは対立ではなく、世界を保つための両輪でした。でも神話では、ゼウスの奔放さは英雄的と語られ、ヘラの厳しさは嫉妬として描かれる。なぜでしょうか？ここで少し神話の外に出てみます。古い時代のヘラは今よりもっと大きな存在だったとも考えられています。結婚だけではなく、共同体や豊穣、命の循環とも結びついた古い女神。ですが、ギリシャ社会で普遍的な価値観が強まるにつれ、ヘラは少しずつゼウスの妻という立場へ押し込められていった。そして、ゼウスに逆らうたびに面倒な女、嫉妬深い妻として語られるようになった。でも、もしヘラが本当に秩序の神なら、ゼウスの暴走を止めようとするのは、むしろ当然ではないでしょうか。ルールを守らせようとする者は、時に嫌われます。特に、それが強い女性であるなら、なおさら。ヘラは、その最古の一人だったのかもしれません。欲望が世界を揺らすとき、それをつなぎ止めようとした存在。誰にも感謝されなくても、秩序を守り続けた存在。神話の中でヘラが勝つことは多くありません。ゼウスは浮気を続け、英雄たちは生まれ、物語は続いていく。それでもヘラがいなければ、オリュンポスはとっくに崩れていたのかもしれない。ヘラは嫉妬に狂った悪女ではない。孤独な秩序の守護者です。あなたは今、ヘラをどう見ていますか？また次の神話でお会いしましょう。